心の泉。こんにちは、皆さん。本日はお釈迦様の答えた死後の世界はというテーマでお話しします。多くの人が死後の世界や生命の意味について深く悩んでいます。例えば、私たちは死んだ後も何らかの形で存在し続けるのか、や世界の終わりは来るのか、といった問い。これらはただの哲学的な問いではなく、私たちの人生における重大な問題です。この動画を最後まで見ることで、あなたは死後の世界に対する不安から解放され、毎日をより意味のあるものに変えることができるでしょう。では、お釈迦様はこれらの問いにどのように答えたのでしょうか。早速、物語の旅に出かけてみましょう。春の日差しが祇園精舎を柔らかく照らす朝、マールンキアという名のお釈迦様の弟子は一人、静かに庭を歩いていました。彼の足元には新緑が息吹き、遠くからは鳥のさえずりが聞こえてきます。しかしマールンキアの心は穏やかな風景とは裏腹に重たい疑問でいっぱいでした。彼は人生と世界の本質について深く思索していました。マールンキアは自問自答を繰り返します。世界は果たして永遠に続くのか、それともいずれ終わりを迎えるのか。そしてその果てには何があるのか。果てがあるのか、それとも果てしない空虚が広がっているのか。魂と身体は同じものなのか、それとも別々に存在するのか。そして最も重要なこと、私たちは死んだ後もどこかで存在し続けるのか、それとも全てが終わりなのか。これらの問いはマールンキアが毎日の修行と瞑想の中でぶつかる壁でした。彼はお釈迦様に何度もこれらの質問を投げかけてみましたが、いつも明確な答えを得ることはできませんでした。お釈迦様は彼の質問を静かに聞き、微笑みを返すだけでした。その微笑みの中には深い意味が隠されているように思えましたが、マールンキアにはその意味を解き明かす鍵が見つかりませんでした。彼は深くため息をつきました。これらの問いに対して師匠は何も答えてくれない。正直、不満だ。もう我慢の限界だ。よし、もう一度だけ師匠に聞いてみることにしよう。もし今回も師匠が何も答えてくれなかったら、それはもう運命だ。そうなったら私はこの弟子の身を捨て元の生活に戻ろう。そう考えたマールンキアは再びお釈迦様のもとへと向かいました。マールンキアがお釈迦様のもとに到着した時、お釈迦様はいつものように静かに座って彼を待っていました。その顔には穏やかな微笑みが浮かんでいます。マールンキアは勇気を出して心の中に渦巻く疑問を口にしました。師匠、私はもう限界です。あなたは私の問いになぜいつも答えてくれないのでしょうか。この世界は果てしなく続くのか、それともいつか終わりを迎えるのか。私が尋ねてもその答えについて何も語ってくれません。世界には果てがあるのか、それとも果てはないのかと問いかけても、あなたはただ沈黙するだけ。もうこの状況に耐えられません。私は最後にもう一度だけあなたに真実を問います。それでもあなたが何も答えてくれないのなら、私はここを去り、かつての平凡な生活へと戻る決心です。師匠、もしあなたが知っているのなら、どうか私に真実を教えてください。お釈迦様は彼の言葉を静かに受け止めました。そして深い意味を含んだ静かな声で答えたのです。マールンキア、私はあなたにそれらの問いに答えるから私のもとで学びなさいと言ったことがありますか。いいえ、そうは言ってませんが。マールンキアの声は小さく、ほとんど聞こえないほどでした。彼は自分の言葉を失い、混乱と失望の中で沈黙しました。お釈迦様は彼が納得していないことを理解し、さらに言葉を続けました。マールンキア、もしもこの世界についてそれは永遠である、あるいはいつか終わりを迎えるという答えを私が持っていたとして、それがあなたの苦しみを和らげるでしょうか。マールンキア、もしもこの広大な世界や命は永遠に続くのか、それともいつかは終わりが来るのかという明確な答えを求める人がいるとします。その人はその問いに答えを得られない限り、私のもとで学ぶことは何もないと私に怒るでしょう。もしその時私がその問いに答えなかったなら、その人は真実を永遠に知ることなく、ただ時が過ぎるのを待つだけで、やがてはこの世を去ることになるだろう。お釈迦様は一息ついて話を続けました。それはマールンキア、ある意味で毒屋にいられた人の例え話に似ています。
想像してみてください。もしもあなたが毒矢で傷つけられ、そこに友人が駆けつけてあなたを救うために医者を呼んだとします。しかしその医者が到着した時、あなたが私を撃ったのは誰か、その弓はどのようなものだったか、矢はどんな材質でできているのか、矢の羽は、それらの答えを知るまではこの矢を抜いて治療することは許さないと言ったとしたらどうでしょうか。もし医者がそれに答えることができなかったら、あなたはただ傷口から血を流し続け、真実を知ることなくこの世を去ることになります。マールンキアは毒矢の例え話によって、彼は何か大切なことを理解し始めていました。なるほど。お釈迦様は静かに言葉を紡ぎました。マールンキアよ、考えてください。もし世界が永遠に続くという確たる答えがあったとして、それが本当にあなたの心の渇望を満たすものとなるでしょうか。また逆に、この広大な宇宙がいつかは消滅する運命にあるという答えがあったとして、それがあなたの心に平穏をもたらすことになるでしょうか。もし世界は永遠に存在すると私が答えたならば、その答えにあなたはとらわれ、心の中でさらなる葛藤を生み出すことになるでしょう。また世界はいずれ消滅すると私が答えたとしても、それはあなたを新たな悩みへと導くだけです。私があなたに伝えようとしているのは、そうした外界の事象よりも、あなたが直面している苦しみや悩みをどのように解決するかについてです。ああ、そうか。マールンキアは心の中で大きな扉が開くのを感じました。お釈迦様はさらに優しく語りかけました。マールンキア、だからこそ私が答えないものは答えないものとして受け入れてください。そして私が答えるものはそのまま心に留めてることが大切です。世界が永遠に続くのか、それともいずれ終わりを迎えるのか、この身体と魂が一体であるのか、別々の存在なのか、そして私たちが死後も存在し続けるのかどうか、これらについて私はそうだともそうでないとも答えません。なぜならそのような答えは根拠に乏しく、あなたの真の問題解決にはならないからです。私があなたに答えたこと、それは苦しみの本質とその原因、そしてそれをどのように克服すべきかについてです。これらの教えこそがあなたにとって最も価値のあるものです。私はあなたの苦しみを生み続ける毒矢を抜くために教えを説いているのですから。マールンキアは分かりましたと力強く答えました。彼の心はお釈迦様の言葉によって新たな光を見つけたのです。お釈迦様の教えが彼の心に深く響き渡り、彼自身の人生を見つめ直すきっかけとなりました。この毒矢の例え話は無記として知られています。無記とは文字通り記録されていないという意味で、お釈迦様が特定の問いに対して回答を避けた、または語らなかったことを指します。キリスト教やイスラム教などさまざまな教えの中で、それぞれが語る死後の世界や魂の存在があります。かつてお釈迦様がいた時代、古代インドの思想家たちは今日の科学者たちがまだ解明できていないような深遠な問題についても議論を交わしていました。この世界は果たして終わりがあるのか、それとも永遠に続くのか、魂と肉体は一体か、それとも別々の存在なのか。このような問いは現代に生きる私たちもなお回答を求め続ける課題です。しかし驚くべきことに、お釈迦様はそれについて答えることはあなたの苦しみを解決しませんと述べました。つまり死後のことを心配するよりも、今この瞬間にどう生きるかが重要という真理を説いたのです。その理由は、これらの問題が我々の生き方において根本的な意味を持たないからです。この考え方は当時の時代でもアプローチが他とは異質な教えであったことでしょう。私たちが直面する諸問題に対処するには、遠い宇宙の秘密を解き明かすことよりも、まず自らの内面と真摯に向き合い、抱える不安や苦悩に立ち向かうことが優先されるべきであるとお釈迦様は言います。苦しみや悩みという毒矢にいられた時、その矢の由来や性質を問うことよりも、何よりも先に矢を抜き取り傷を癒すことの方が重要であることを、この例えは私たちに教えてくれています。このマールンキアとの問答は、解決不可能な問題に心を奪われることなく、目の前にある現実とどのように向き合うか、今ここで何をなすべきかに意識を集中させること、それが幸せへの道なのだとお釈迦様は気づかせてくれるのです。もしこの動画の内容が気に入ったら、
ぜひチャンネル登録とベルマークのクリックをお願いします。また、コメント欄にて皆さんの感想や、ブッダの教えがどのようにあなたの人生に影響を与えているかを教えていただければ幸いです。この動画が皆さんにとって有意義なものとなり、日々の生活に役立つ洞察を提供できたならば、これほど嬉しいことはありません。心の泉チャンネルを通じて、皆さんの心に安らぎの泉が湧き出ることを願っています。ご視聴ありがとうございました。平和と愛が皆さんと共にありますように。